はい、皆さん、こんにちは、ヨッシーです。それでは、かまいたちの夜、シャープ16、始めていきたいと思います。はい、前回、シャープ15からの続きからプレイですね。はい、前回、シャープ15ではどこまで行ったかというと、まずこちらね、第2章、ペンションシュプールから始めて、このどちらかの部屋で休むことにしたといったところの選択肢できっと幽霊だよですね。きっと幽霊だよを選択して気持ち悪いから下に行かないっていうところでいいけどって言って下に行きましたと。で、ここから、夕食だに飛ぶんですが、はい、夕食だに行って、いろいろ選択をやった後に、ここね、じゃあナイターに行こうか、こちら。ここで、それもいいかもねって言うと、ここ新しい選択肢増えてたんですよね。マリオはやる気満々だのところ。で、ここでやっぱりやめとこうよってやったことによって、ここのね、シナリオジャンプで悪霊編に飛ぶと。はい。で、また別のシートにしたんですけど、はい。こちらがシナリオ、悪霊編の、フローチャートですね。はい。で、悪霊編からはこういう感じでね、選択肢が、今のところ、一本道というか、選択肢1個しか選んでないから、それは一本道なんだけれども、はい。いう感じで、こうやってね、選択肢が何個か出た中で、こうやって選んできてるという感じですね。はい。というわけで、ここか。で、第9章、最初の犠牲者。田中さんが、悲鳴が聞こえて、男の人の悲鳴が聞こえてきて、田中さんしか、ここにいないのはもう、男の人は田中さんしかいないっつって、田中さんの部屋に行ったら、田中さんが、血だらけになってね、死んでましたよと。っていうところで、マリを呼びに行って、何かあったのつって、バスタオル1枚になってたマラリのね、事件の説明を試みたと。っていう選択を選んで、とにかく今はみんな1階で集まってた方がいいと思うんだって言って、はい、1階に集まったところ、はい、ここからの再開ですね。はい、というわけでじゃあやっていきましょう。はい、じゃあゲームスタート。下には加山夫妻を除く全員が深刻な顔をして座っていた。警察には連絡したんですか？僕が尋ねると小林さんは驚いたみたいだった。警察か、すっかり忘れてた。小林さんは慌てて立ち上がり、フロントの電話を取って耳に当てる。変だな、音が聞こえない。近くにいた僕は小林さんから受話器を受け取って耳に当ててみる。確かにツーというあの発信音が聞こえない。カチャカチャとフックを押してみるが変化はない。あれ？何かが聞こえたような気がした。どうした？いやー、何か聞こえたような気が。次の瞬間、僕の背筋は凍りついた。恐ろしく深い井戸の底から聞こえてくるような声が確かに受話器から響いてきたのだ。その声は誰かを呼んでいるようだった。マリ。マリ？男とも女ともつかぬ、しかしそれが悲しみと怒りに満ちていることははっきりとわかる声だった。僕は受話器を取り落とし、2階を天井を見上げた。一体これはどういうことなんだ？その時、まさにその2階から、やめてという女性の声と、意味不明の叫び声が聞こえた。マリか？僕は降りてきたばかりの階段を駆け上がった。廊下には誰もいない。しかし、どこからか人の争うような物音が響いてくる。一体どの部屋？加山さんの部屋だ。はい、選択肢。僕は恐る恐るドアに近づくと中の音に耳を澄ませた。僕は加山さんたちの部屋のドアに飛びつき、ノブを回した。音がなんかしてマリの声が聞こえてきただったら、これはあれでしょう。B の方、もう早く扉開けて中の様子見ようぜ。B。僕は加山さんたちの部屋のドアに飛びつき、ノブを回した。ドアはあっけなく開き、そしてそこには信じられない光景が広がっていた。血まみれで床に倒れている加山さんと、その上にかばうように折り重なっている春子さん。その二人の前に全裸の女性が立ちはだかっていた。白い肌身、肌身なんだこれ、肌髪に腰まで伸びた漆黒の髪、そして顔から胸へかけて浴びた真っ赤な血しぶき。入ってきた僕をじろりと睨んだその目は間違いなくマリのものだった。助けて。床から春子さんのかすれた声が聞こえたが、僕はマリから目を離さなかった。マリなのか？血まみれの顔にパックリと裂け目が走る。マリ。そこから響いてきた声はさっきの電話の声とそっくりだった。僕はそろそろと近寄った。シュッと音がして長い髪の毛が鞭のように一閃する。いた！
胸のあたりに痛みが走る。アニメーションすごかったな、今。ピシャーって言って無知のようなアニメーションがされてましたね。驚いて見下ろすと、肌がセーターごと真一文字に切り裂かれ、血がにじみ出している。髪の毛でこれが田中さんを殺した者の正体なのか。危ない。誰かの叫び声がして僕は背中を突き飛ばされた。倒れかけた僕の目の上を蛇のような髪の毛がかすめる。後ろから誰かが覆いかぶさってくる。三木本さんだった。彼がかばってくれなければ喉を切り裂かれていたところだった。マリなんだろ。違う、そいつは。三木本さんが言いかけた。みゆきさんなのか。小林さんが呆然とした様子で戸口に立っていた。娘を返して、私の娘。悲しくも恐ろしい叫び声が聞こえる。これがマリの母親の亡霊だとでも言うのだろうか。幽霊というものはもっとふわふわとつかみどころのないもののような気がしていたが、肉体はマリちゃんのものだろう。僕の心を読んだように傍らの三木本さんが囁いた。肉体はマリ？そうだ、彼女の実の母親のみゆきがマリちゃんの肉体を借りているだけだ。じゃああれはやっぱりマリなんですか。三木本さんが答えようとしたとき、長い髪が伸び、しるしると小林さんの喉に巻きついた。助けて。小林さんの顔が苦悶に歪み、みるみる紫色に染まってゆく。やめるんだマリ、おじさんを殺す気か。僕は絶望的な思いで叫んだ。血まみれの女がピタリとその動きを止めた。いや、かすかに動いてはいた。顔をブルブルと震わせ、時折苦しげに身をよじる。息を飲んで見つめていると、唐突に彼女は崩折れた。床の上に倒れた彼女の髪は肩までしかなくなっていて、小林さんは喉を押さえたままポカンとした表情で尻餅をついている。僕は倒れている彼女にそっと近寄った。マリだろうか。彼女は本当にマリなのだろうか。毛布を取ってくれ。三木本さんはまだ腰が抜けた様子の小林さんをちらりと見て僕に言った。僕は慌てて手近のベッドから毛布を引き剥がし、三木本さんに手渡した。彼はそれで裸のマリをくるみつつ、ひょいと抱き上げた。誰かこの人たちの手当てを頼む。三木本さんが倒れている加山夫妻を示すと、外にいたみどりさんと敏夫さんもようやく恐る恐る入ってきた。とはいえ、春子さんはともかく、加山さんはもう無理だろう。ぺくりとも動かないし、辺りの血の量からしても助かりそうもなかった。そして僕にとってはそんなことよりも何よりもマリのことの方がよほど気にかかっていた。三木本さんの先導でマリを部屋まで連れて行った。中へ入り、マリをベッドに横たえる。僕はもう一人の本物のマリがいるのではと見回したが、いるはずもない。ヨッシー君、はい。君は彼女の恋人なんだろう。突然三木本さんはそんな質問をぶつけてきた。まあ、否定するのも妙な気がして、そんな風に答えた。違いますよ。まだとても恋人とはいないと思い、そう答えた。ここはもう、あれでしょう。マリ本人に聞かれてるわけじゃないからね。マリ本人が言ったら、もうなんか違うよ、みたいな否定されるかもしれんけどさ、これ聞いてないんだからさ、もうここは、そうでしょう。恋人だよって言おうぜ。だよ、まあ、否定するのも妙な気がして、そんな風に答えた。なら、あとは君に任せよう。任せるって、一体どうすればいいんです？もしさっきみたいな彼女になっちゃったら、とりあえず悪霊は去ったと思うんだが、心配ならこれを渡しておこう。彼が渡してくれたのはペンダントのようなものだった。もともとは単に十字架に鎖がついたものだったようだが、そこにどこかの神社のお守り、どこかの魔除けらしい木彫りのモアイみたいな顔、動物の牙、青い石なんかがジャラジャラとぶら下がっている。これは半ば呆れながら尋ねると、彼は真面目腐った顔で答える。こういうこともあろうかと思ってね、用意しといたんだ。悪霊って言ったって何が効くかわかんないだろ。これだけあればどれかが守ってくれるだろう。結構いい加減なやつなのかもしれないと思い始めた。しかもよく見るとお守りには安産祈願と書いてある。こんな人を頼りにしていいものなるだろうかとも思ったが、今は他にどうしようもない。少なくともこの人には行動力と冷静な判断力があると思い直し、鎖を首にかけた。三木本さんが出ていくと、僕は恐る恐るベッドに近づき、マリを見下ろした。顔についた血しぶきが固まり始めているのを見て、拭いてやろうと思った。バスルームに入ると、そこでもまた血の匂いに包まれた。バスタブやカーテンに血の跡が点々とついている。一体誰の？すぐに気がついて愕然とした。
これは田中さんの血だ。マリは母親に操られたマリは田中さんを裸で殺した後、その返り血をシャワーで洗い流していたのだ。その後マリは何食わぬ顔をして僕と言葉を交わしている。気配を感じて振り向くと背後にマリが立っていた。叫ぶ暇もなく髪の毛が首に巻きついた。喉を切られるか？首を絞められるのか？そう思った途端、人間のものとは思えない悲鳴が上がり、巻きついた髪の毛が導火線のように燃え上がった。まさかこのお守りが効いたのか？鬼女のように顔を歪めたマリが髪から燃え立つ火の粉を両手で払いながら2、3歩後ずさった。マリ、正気に帰ってくれ！そう叫んだ時、ドアから三木本さんと小林さんが飛び込んできた。大丈夫か？怒りと呪いに満ちた空気が肌にピリピリと伝わってくる。突然マリの足元からつむじ風が巻き起こり、勢いを増して彼女の周囲を回り始める。ベッドのシーツが剥がれ、カーテンがはためく。僕たちは全員壁に叩きつけられ、身動きができなくなった。そのミニ台風の中心に立つマリは徐々に浮き上がり、天井に頭をつけんばかりにして両手を広げた。許さない。窓ガラスが音を立てて弾け飛んだが、外の吹雪も部屋の中の嵐の前に侵入できない。人殺し。蛍光灯のカバーが砕け、プラスチックの破片が風の勢いを得て降り注ぐ。いや！小林さんがうめいて足を押さえる。太ももにガラスの破片が何枚も突き刺さっていた。黒ずんだ血がみるみるズボンに広がる。なぜ殺した？あれは手違いだったんだ。私はただ親父に頼まれて手切れ金を持って行っただけなんだ。騒ぎ立てさえしなきゃあんなことになるはずじゃなかったんだ。私のせいじゃない。小林さんは口から泡を飛ばしながらそんなことをわめき出した。手切れ金、私のせいじゃない。なんで？あんたが殺したのか？恐ろしい強風の中、驚くほど落ち着いた声で三木本さんが言った。私のせいじゃない。小林さんは両手で抱えた頭を土下座でもするみたいに床にこすりつけている。私のせいじゃない。私のせいじゃないんだ。震えながら何度も同じ言葉を繰り返している。僕は鬼女のようなマリよりも、常識を超えた非科学的な現象よりも、小林さんがマリの母親を殺した犯人であったことに何よりも驚いていた。ふと気がつくと、さっきまでのミニ台風がいつの間にかぱったりと収まっていた。外の吹雪も静かになっていて、部屋の中は恐ろしいほどの沈黙に満たされている。僕は息をすることも忘れ、小林さんを見つめていた。その静寂を破って、またあの声が響いた。許さない。小林さんはハッとした様子で、恐怖に醜く歪んだ顔を上げ、空中に浮かぶマリを見た。絶対許さない。その時、マリの全身が青白く燃え上がったように見えた。すげえ、なんか魔法使った時の効果音みたいな音が流れたぞ。青白くになったね。アニメーションしたね、ちゃんと。青白い炎を帯びたマリの髪の毛がへたり込んだ小林さんの首に向かってシュルシュルと伸びていく。小林さんは見入られたようにその髪を見つめたまま身白きもできないでいる。よし行く、お守りだ。お守りを彼女に向かって投げてくれ。三木本さんが叫ぶ。僕は慌てて鎖を首から外そうとしたが引っかかってうまくいかない。えいと力を入れて引っ張った途端、鎖はちぎれてお守りの数々は床の上に散らばってしまった。早く。髪の毛は小林さんの首に巻きつき、少しずつマリの方へ引き寄せようとしている。小林さんは苦悶に顔を歪めながら立ち上がり、やがてつま先立ちになった。助けて。僕は床の上に散らばったお守りの数々をあたふたと見回した。十字架、モアイ像、獣の牙、安産のお守り、青い玉。一体どれに効果があったものかわからない。十字架と安産のお守りが一番手近に落ちていた。僕は十字架を拾い上げマリに投げつけた。僕は安産のお守りを拾い上げマリに投げつけた。これは十字架ってさっきあったっけ？さっきさ、それ安産のお守り、安産祈願みたいなさセリフがあって、文章があったってことはこっちは B でしょ。 B にしようぜ。僕は安産のお守りを拾い上げマリに投げつけた。しかし軽すぎるお守りは中途で勢いを失い虚しく床に落ちた。次に十字架を投げつける。
しかし十字架は彼女を包む青白い炎に当たっただけで燃え上がり、黒いカスとなって下に落ちた。僕は絶望に駆られながら落ちているお守りを手当たり次第に拾っては投げつけた。獣の牙、木彫りの像、青い玉。何の効き目もなかった。空中に吊り上げられた小林さんは足をバタバタさせている。やめるんだ、根木本さんが叫ぶ。だが小林さんは一瞬ビクビクっとしたかと思うと、糸の切れた操り人形のようにだらんと垂れ下がった。やめるんだ、もうやめるんだ姉さん。あまりにも意外な言葉に僕はポカンとして三木本さんを見つめた。三木本さんは立ち上がり、空中に浮かぶマリに向かって叫び続けた。僕だよ、陽介だ。姉さん、みゆき姉さんなんだろ。陽介。僕は三木本さんとマリから目を離さず、まだ投げるものはないかと床を手で探っていた。三木本さんが弟？何かが指に触れたので拾い上げてみると、それは安産祈願のお守りだった。くそ、これじゃ役に立たないじゃないか。僕は毒づいてそれを床に叩きつけると、他のお守りがないか探した。三木本さんが喋り続けている。僕はたまたまおばの家にいて難を逃れてたんだ。あの頃はまだ小さかったから何が起きたのかは誰も教えてくれなかった。詳しいことを知ったのは高校を卒業してからだったんだ。犯人が誰か村のみんなが知っていて知らないふりをしてたってこともね。警察も同じだ。僕は決意した。この手で仇を撃つと。どさりと小林さんの体が下に落とされた。びっくりともしないところを見ると、もう死んでいるのかもしれない。三木本さんが駆け寄り脈を確かめた。仇を撃って、私たちの仇を。三木本さんは首を横に振った。殺すつもりはないよ。真実を明らかにしたかっただけだ。法律上は時効も成立しているしね。そんなことは許さない。部屋が、いや建物全体が怒りの声を上げたかのようだった。床がきしみ、壁がたわみ、天井が揺れた。みんな殺してやる。もうやめるんだ姉さん。うわぁ。三木本さんと小林さんたちの真上の天井にひび割れが走り、木片が降り注いだ。よし行く、お守りを早く。そんなこと言ったってどれも聞きませんよ。再び強くなる強風にかき消されないよう声を陰に叫び返した。バカ野郎、そこにあるやつだ。それはマリが生まれる時にみゆき姉さんが持ってたお守りなんだ。マリが生まれる時のお守り。そうだったのか。幸せだった頃に彼女が安産を祈願したお守り。これこそが復讐に凝り固まった邪悪な霊を吹き飛ばす力を秘めていたのだ。落ちているお守りに手を伸ばした時、木の床がまるで生き物のように波打ち、お守りは部屋の反対側へ飛ばされた。僕は立ち上がり、お守りめがけて走り出した。マリの髪の毛が僕の首に絡みつき、宙吊りにされそうになる。うわぁ。慌てて指をこじ入れたが、喉が潰れてうめき声すら出せない。やめるんだ姉さん。マリの幸せを願うならもうやめるんだ。マリ。一瞬締め付ける力が緩んだ。指でこじ上げながら首を抜くと、床を転がるようにしてお守りに飛びついた。拾うのとほとんど同時にマリの体から青白い炎が僕に向けて放射される。目を閉じながらお守りを顔の前にかざした。激しい熱や衝撃を予期してますが何も感じない。恐る恐る目を開くと、安産のお守りが青白い炎を受け止めている。というよりも炎の方がお守りの寸前で急速にしぼみ消え失せているのだった。僕は勇気を振り起こして立ち上がると、お守りを高く上げてマリに近寄った。まるでお守りが死生気を吸い取るかのように青白い炎は薄れていき、マリの体が少しずつ下がってくる。マリ、私の娘。姉さんだけの娘じゃない。兄さんの一郎さんと姉さんの娘なんだ。三木本さんが涙を流しながら悲痛な叫びをぶつけた。マリの体が空中でビクンと跳ねた。一郎さん。僕はよろめきながらさらに彼女に近づいた。マリ、マリ。目の高さに彼女の血まみれの胸がある。顔は天井を見上げ、白目を向いたままだ。悪霊は、いや、みゆきさんの霊は今や明らかにその悪意を失っているようだった。しかし僕は何をすべきなのか分からず、お守りを握ったままおろおろと立ちすくんでいた。マリ。一番大切なその名を呼んだ。名前を呼んだことで僕の頭の中で理性の高が外れたようだった。
僕はただ何も考えず空中に浮かぶ彼女の体を思い切り抱きしめていた。体が触れ合った瞬間、目もくらむ光とともに爆発のような衝撃を受け吹き飛ばされそうになった。両腕をしっかりと彼女の背中へ回し、必死でしがみつく。手の中のお守りが持っていられないほど熱くなったが、歯を食いしばって耐えた。マリのものとも母親のものともつかない声が響き渡った。マリオ返してくれ。僕が声を限りに叫んだ。次の瞬間、宙に浮いていたマリの全体重がのしかかり、僕はよろけながら後ろに倒れた。マリの体はぐったりとしていて、死んだように動かず、恐ろしく重い。マリをうっすらと包んでいた最後の青白い炎が彼女から離れ、ぼんやりと宙に漂う。その炎は一瞬人の形をとったかのようだったが、瞬きをして目を凝らした時にはもう何も見えなかった。姉さん。三木本さんを見ると僕と同じあたりを見つめながら涙を流していた。もう行ってしまったんでしょうか。僕が尋ねると彼はきっぱりとうなずいた。言ったよ。僕にはわかる。もう戻っては来ない。建物の振動も不思議な風も全てが幻だったかのように静まり返っている。窓の外さえ雪の詰まる音が聞こえそうなほど静かだ。小林さんは大丈夫だ。意識を失ってるだけだ。三木本さんはマリの体を抱き上げるとベッドに運んで毛布をかけた。僕はフラフラしながら立ち上がり、彼女の顔を見つめる。一体どうしてこんなことに？あなたはそもそもなぜ？僕はずっと小林一族の誰かが犯人である証拠を探し続けていた。ある時、冬になるとこのペンションには幽霊が出るという噂を聞きつけた。半信半疑ではあったが、それが単なる噂に過ぎなかったとしても、うまく続けば恐怖と罪の意識から自白を引き出すことはできるんじゃないかと思ったんだ。しかし、マリちゃんのいるところであの話をしたのはやはりまずかったようだ。おそらくショックを受けたマリちゃんと姉さんの残留思念がシンクロしてしまったんだ。もしかしたらマリちゃん自身もおじさんや祖父を激しく憎悪したのかもしれない。いずれにしろ、それまでは単なる人騒がせな幽霊に過ぎなかったものが恐ろしい悪魔と化してしまった。マリは覚えてるんでしょうか、さっきまでのことを。だとしたらやりきれない。二人の人間を殺し、実の叔父まで殺しかけた。母に乗っ取られた肉体の中からそれらを全て見ていたのとしたら。三木本さんはかぶりを振った。わからない。もし見ていたんだとしたら想像もできないショックを受けていることだろう。とても立ち直ることは無理かもしれない。彼女一人では。彼は僕の方を向いた。助けてやれるのは君しかいない。彼女を頼む。僕はうなずいたが自信はまるでなかった。しかしほんの少しの間にげっそりとやつれた顔をしているマリを見下ろしながら思った。僕は僕にできることをするしかない。マリの手を握ろうとしてまだあのお守りを強く握りしめていたことに気づいた。あまりに強く握っていたので硬直した指をこじ開けなければならないほどだった。そのお守りを彼女の手に押し込み、両手で包み込んで目を閉じた。マリが気がついたらこう言ってやろう。お母さんは今でも君を愛していたと。スタッフロール。はい、エンディング来ました。いやー、ちょっと感動的なストーリーでしたね、今回ね。いいねー。いやー、マリが、あれかな。マリのお母さん、みゆきさんに体をね、乗っ取られて、もうみゆきはもう復讐してやると。もう許さない、絶対に許さないっつって。で、三木本さんにね、俺が復讐してやるんだっつって言ったら、代わりにこれやってっつって、復讐代わりに果たしてって言ったけど、いや、殺すつもりはないよって言ったら、もう、ね、ふざけるなっつって、私の手でここにいる奴ら全員殺してやるっつって、ペンションを揺らしてね、崩壊させようとしてましたね。いや、でも今回ちょっとあれだったな、演出がさ、幽霊の演出とかがさ、結構モンスター的な、なんか RPG 的な感じだったね。炎を発したりとか、雷みたいな効果音がね、炎とか雷みたいな魔法を使った時みたいな効果音が鳴ったりとかね、無知のように髪の毛をシュッつって
やったりするね、アニメーションだったりとか、これ言ったそばから、今ここアニメーションするやつは、無知のようにピューってやるところや。いや、なかなかね、今回ちょっとミステリー編とまたテイストが違う、ガラリと違ったシナリオでしたね。ミステリー編の時はもうちゃんとサスペンスというか、ミステリーというか、人コアみたいな感じのね、ストーリーでしたけれども、こっちの悪霊編はね、オカルトチックというかね、オカルトな感じですね。幽霊がいるんだよ、つって。で、悪霊に乗っ取られて、悪霊に乗っ取られた周りのね、加山さんとか、田中さんかなを髪の毛で切り裂いて殺してしまうというエンディングでしたね。春子さんはね、助かったんかな。加山さんはもう多分おそらく助からないだろうっつって言ってたけど、春子さんは多分死んではないかなっていう感じはしますね。まあ犠牲者はそんなに出なかった。まあそう考えたら犠牲者は少なかったよ。これお守りをさ掲げてさ、炎がバーンっつって炎を全部防ぐかっこいいお守り。なんかもう戦闘してたな。マジでもうバトルものだったよ。オカルトバトルものみたいな感じでしたね。いやでもなかなかいいんじゃないですか。なんか感動的なストーリーでしたね、これはね。マリのお母さんも成仏してくれたかな。最後は幽霊がさ体から抜けて成仏していってね、三木本さんも言ってたけどね、もうここにはいないだろうと、もう帰ってくることもないんだろうっつってね、いう感じでしたけど、でここの最後の制作著作チューンソフトのところの背景はペンションシュプルではなく、ここの背景になるなら雪の、改装20年前の改装の時に使われてた背景ですね。はい、こちらになると、はい、というわけで今回も、悪霊編のエンディングを一つクリアしました。はい、いや今回ね、はい、これまだフローチャートはさっきから更新してないんだけれどもね、ここ2、3個あったな、ここから2、3個あって、でどれも全部 AB とかだったんで3つとかなかったよね。 AB 選択肢だったから、これもう一回ね、これ上から悪霊編のここからいって前回選ばなかった B の方の選択、 B の部屋の選択とか、ここ B 選んだやつあったから A の選択とかあるけど、その辺をやるんですけれど、早く終わったらここのシャープ16の中でやってもいいかなと思ったんだけど、ちょうどいいかったな、ちょうどいい感じに30分ぐらいやったな。前回ね、あそこで切っといてよかったですね。あそこシャープ15ね、シャープ15切るタイミングよかったな。あそこで切っとかんとあれだったら1時間ぐらい続けてやってたら1時間ぐらいやったから。はい、というわけでじゃあ次のその残りの悪霊編の残りの選択肢の回収は次回シャープ17でやりましょう。はい、というわけで今回のシャープ16はここで終わりにしておきましょうかね。はい、一つのエンディングを見れたので、はい、じゃあまた次回はね、もう一個の方の選択展開をね見ていくっていうのをやっていきたいと思います。はい、というわけでかまいたちのようにシャープ16は以上で終了です。はい、また次回もお楽しみにしておいてください。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは今後もいろいろなレトロゲームの魅力を皆様にお届けしていきますので、更新を見逃さないようチャンネル登録お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録して